走れば転倒いじれば故障。そんな私のバイク日記。カーネル、バイクチャンネル。どうもこんにちは、カーネルです。前回の動画で、バラすところまでやりました。今回から組み立て開始となります。クランクケースに新しいベアリングをつけて、オイルクリアランスを測定するところです。こんな板みたいなので、クランクを受け止めてます。すごいですね。組み立てには、モリブデングリスをオイルで溶かした溶液を使います。モリッペと呼びます。クランクが回らないように古いピストンを仮組みしました。角度締め本番の予行練習も兼ねています。膝蹴りで回転を抑える、体式蘇生回転確保締め付けです。ロアケース側にもベアリングを入れていきます。プラスチゲージをクランクシャフトにセットします。緑色のゴミみたいなのがプラスチゲージです。クランクケースを仮組みします。古いボルトにモリッペを塗って締め付けます。指定トルクで締め付けます。アングルゲージを使い60度で締めます。はい、もう一周。締め終わったので緩めの。ボルトを抜きの。ケースばらしの。潰れたプラスチゲージで、クランクのオイルクリアランスを確認します。標準値は 0.019 ミリから 0.037 ミリです。ざっと見た感じ、すべて 0.03 ミリくらいです。想定していたよりも少ないばらつきです。いい感じ。再びばらして、新しいピストンをつけていきます。新しいピストンが届きました。今回、色々と悩んだ結果クランクケースはそのまま続投。ピストンは交換することにしました。2006年版の部品表では、1個6850円と書いてありますが、2021年現在では、1個16060円でした。インフレ激しすぎて草。前回は2004年モデルで採用されていたピストンでしたが、今回は1品番進んで2005年モデル以降のものを使用しました。何か違うかな？形状は全く一緒ですが、ピストンスカート部分のコーティングの色が、前回とは違うような気がします。では、早速取り付けの準備をしていきましょう。私は、このサークリップを入れるという作業が超絶苦手かつ嫌いです。
次にピストンリングを入れていきます。120度ずつずらしながら5本のリングを入れていきます。ちまちましてて、嫌いです。はい。オイルリング。サイドレール。サイドレール。セカンドリング。トップリング。ベアリングも新しいものを入れていきます。ピストンをシリンダーに入れていきましょう。エンジン組み立てにおいて、最も盛り上がる部分ですので、カメラ5台で撮影しました。無事4つ入りました。ひっくり返して、コンロッドベアリングのオイルクリアランスを測定します。ついでにコンロッドボルトの捨て締めも行います。プラスチゲージ。締めて、緩めて、外して、基準値は 0.030 ミリから 0.052 ミリです。1番4番問題ナッシング。2番3番も測定します。こちらも問題ナッシング。さて、ここからコンロッドの本締めをしていきます。HRC の指定方法は45度で2回に分けて締め付けます。ここまで順調でしたが、最後でやらかしました。ソケットを外して、また同じところにセットしてしまいました。ボルトの頭にマーキングしてあるから気づけました。よかった。2番だけは90度の1回締めにしました。サービスマニュアルの指定方法と同じなので、問題なし。締め終わりました。まあまあいいんじゃない？本当はデジタルアングルレンチが欲しいですが、頻度がねえ。というわけで、今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。結果、インフレ怖えー。